皆様こんばんは、おじいです。本日の作品は、小川未明、月夜とメガネ。町も野も、至るところ、緑の葉に包まれている頃でありました。穏やかな月のいい晩のことであります。静かな町の外れに、おばあさんは住んでいましたが、おばあさんはただ一人窓の下に座って針仕事をしていました。ランプの火があたりを平和に照らしていました。おばあさんはもういい年でありましたから、目がかすんで針の目処によく糸が通らないので、ランプの火に幾度も透かして眺めたり、またシワの寄った指先で細い糸をよったりしていました。月の光は薄青くこの世界を照らしていました。生暖かな水の中に木立も家も丘もみんな浸されたようであります。おばあさんはこうして仕事をしながら、自分の若い自分のことや、また遠方の親戚のことや、離れて暮らしている孫娘のことなどを空想していたのであります。目覚まし時計の音が、カタコト、カタコト、と棚の上で刻んでいる音がするばかりで、あたりはシーンと静まっていました。時々町の人通りのたくさんな、賑やかな巷の方から何か物売りの声や、また汽車の行く音のような、かすかな轟きが聞こえてくるばかりであります。おばあさんは、今自分はどこにどうしているのかすら思い出せないように、ぼんやりとして夢を見るように穏やかな気持ちで座っていました。この時、外の戸をコトコト叩く音がしました。おばあさんはだいぶ遠くなった耳をその音のする方に傾けました。今自分、誰も訪ねてくるはずがないからです。きっとこれは風の音だろうと思いました。風はこうしてあてもなく野原や町を通るのであります。すると今度はすぐ窓の下に小さな足音がしました。おばあさんはいつもに似ず、それを聞きつけました。おばあさん、おばあさん、と誰か呼ぶのであります。おばあさんは最初は自分の耳のせいではないかと思いました。そして手を動かすのをやめていました。おばあさん、窓を開けてください。と、また誰か言いました。おばあさんは誰がそう言うのだろうと思って、立って窓の戸を開けました。外は青白い月の光が、あたりを昼間のように明るく照らしているのであります。窓の下には、背のあまり高くない男が立って上を向いていました。男は黒い眼鏡をかけて髭がありました。私はお前さんを知らないが、誰ですか？とおばあさんは言いました。おばあさんは見知らない男の顔を見て、この人はどこか家を間違えて訪ねてきたのではないかと思いました。私はメガネ売りです。いろいろなメガネをたくさん持っています。この町へは初めてですが、実に気持ちのいい綺麗な町です。今夜は月がいいから、こうして売って歩くのです。と、その男は言いました。おばあさんは目がかすんで、よく針の目処に糸が通らないで困っていた矢先でありましたから、
私の目に合うような、よく見えるメガネはありますかい？と、おばあさんは尋ねました。男は手にぶら下げていた箱の蓋を開きました。そして、その中から、おばあさんに向くようなメガネを酔っていましたが、やがて、一つのべっ甲縁の大きなメガネを取り出して、これを窓から顔を出したおばあさんの手に渡しました。これなら何でもよく見えること受け合いです。と男は言いました。窓の下の男が立っている足元の地面には、白や赤や青やいろいろの草花が月の光を受けて黒ずんで咲いて匂っていました。おばあさんはこのメガネをかけてみました。そしてあちらの目覚まし時計の数字や暦の字などを読んでみましたが、一字一字がはっきりとわかるのでした。それはちょうど幾十年前の娘の自分には、おそらくこんなに何でもはっきりと目に映ったのであろうと、おばあさんに思われたほどです。おばあさんは大喜びでありました。ああ、これをくれ。と言って、早速おばあさんはこのメガネを買いました。おばあさんがお金を渡すと、黒いメガネをかけた髭のあるメガネ売りの男は立ち去ってしまいました。男の姿が見えなくなった時には、草花だけが、やはり元のように夜の空気の中に匂っていました。おばあさんは窓を閉めてまた元のところに座りました。今度は楽々と針のめどに糸を通すことができました。おばあさんはメガネをかけたり外したりしました。ちょうど子供のように珍しくて、いろいろにしてみたかったのと、もう一つは普段駆けつけないのに急にメガネをかけて様子が変わったからでありました。おばあさんはかけていたメガネをまた外しました。それを棚の上の目覚まし時計のそばに乗せて、もう時刻もだいぶ遅いから休もうと、仕事を片付けにかかりました。この時、また外の戸をトントンと叩くものがありました。おばあさんは耳を傾けました。なんという不思議な晩だろう。また誰か来たようだ。もうこんなに。とおばあさんは言って時計を見ますと、外は月の光に明るいけれど、時刻はもうだいぶ更けていました。おばあさんは立ち上がって入り口の方に行きました。小さな手で叩くと見えて、トントンという可愛らしい音がしていたのであります。こんなに遅くなってから、とおばあさんは口の内で言いながら戸を開けてみました。するとそこには、12、3の美しい女の子が目を潤ませて立っていました。どこの子か知らないが、どうしてこんなに遅く訪ねてきました？と、おばあさんはいぶかりながら問いました。私は町の香水製造場に雇われています。毎日、白バラの花から取った香水を瓶に詰めています。そして夜遅く家に帰ります。今夜も働いて一人ぶらぶら月がいいので歩いてきますと、石につまずいて指をこんなに傷つけてしまいました。私は痛くて我慢ができないのです。血が出て止まりません。もうどの家もみんな眠ってしまいました。
この家の前を通ると、まだおばあさんが起きておいでなさいます。私はおばあさんがご親切な、優しい、いい方だということを知っています。それでつい、戸を叩く気になったのであります。と、髪の毛の長い、美しい少女は言いました。おばあさんはいい香水の匂いが少女の体に染みていると見えて、こうして話している間に、ぷんぷんと鼻に来るのを感じました。そんなら、お前は私を知っているのですか？とおばあさんは尋ねました。私はこの家の前をこれまでたびたび通って、おばあさんが窓の下で針仕事をなさっているのを見て知っています。と少女は答えました。まあ、それはいい子だ。どれ、その怪我をした指を私に見せなさい。何か薬をつけてあげよう。とおばあさんは言いました。そして少女をランプの近くまで連れてきました。少女は可愛らしい指を出してみせました。すると真っ白な指から赤い血が流れていました。ああ、かわいそうに。石ですりむいて切ったのだろう。と、おばあさんは口の内で言いましたが、目がかすんで、どこから血が出るのかよくわかりませんでした。さっきのメガネはどこへ行った？と、おばあさんは棚の上を探しました。メガネは目覚まし時計のそばにあったので、早速それをかけて、よく少女の傷口を見てやろうと思いました。おばあさんはメガネをかけて、この美しい、たびたび自分の家の前を通ったという娘の顔をよく見ようとしました。すると、おばあさんはたまげてしまいました。それは娘ではなく、綺麗な一つの胡蝶でありました。おばあさんはこんな穏やかな月夜の晩には、よく胡蝶が人間に化けて、夜遅くまで起きている家を訪ねることがあるものだという話を思い出しました。その胡蝶は足を痛めていたのです。いい子だからこちらへおいで。とおばあさんは優しく言いました。そしておばあさんは先に立って戸口から出て裏の花園の方へと回りました。少女は黙っておばあさんの後についていきました。花園にはいろいろの花が今を盛りと咲いていました。昼間はそこに蝶やミツバチが集まっていて賑やかでありましたけれど、今は墓毛で楽しい夢を見ながら休んでいると見えて全く静かでした。ただ水のように月の青白い光が流れていました。あちらの垣根には白い野原の花がこんもりと固まって雪のように咲いています。娘はどこへ行った？とおばあさんは不意に立ち止まって振り向きました。後からついてきた少女はいつの間にかどこへ姿を消したものか、足音もなく見えなくなってしまいました。みんなおやすみ。どれ、私も寝よう。と、おばあさんは言って家の中へ入っていきました。本当にいい月夜でした。小川未明、月夜とメガネでございました。お相手はオジーの朗読者でした。またのご来店お待ちしております。